皆さんこんにちは、わたたびです。今回はですね、とある場所に向かうために今、新潟県新潟市にいます。まず最初の目的地に到着して、そこから長旅になるので食料をね、調達したいと思います。今回は約1ヶ月ほどの旅を予定していて、まず新潟県新潟市の港に向かいます。皆さんお気づきの通り、新日本海フェリーに乗って北海道を目指します。12時に出港して小樽まで約16時間30分の船旅です。小樽の観光地といえば小田萌地蔵村ですが、前回訪れましたので今回は別の場所に行ってみたいと思います。はい、まずはね、こちらのセブンイレブンで食料を買います。はい、買ってきました。再出発です。もうちょっとで到着します。はい、こちらですね。目的地は左側です。はい、お疲れ様でした。はい。新日本海フェリーの新潟フェリーターミナルに到着しました。今回はね、こちらの新日本海フェリーに車も乗せて北海道を旅したいと思います。こちらのラベンダーというフェリーに乗船します。全長はね、197.5 メートルで、総トン数は 14,214 トン。旅客定員は600名。建造費は90億円で、自分がどれだけ必死に働いても一生では買えません。そんなすごいフェリーに乗って、まずは北海道の小樽を目指します。本当はね、苫小牧に行きたかったんですけど、昨日の夜中の時点で空きがなかったんで、小樽行きにしました。インターネットで予約して乗船券を発行してますんで、窓口での手続きなしで乗船できます。で、出港まであと1時間ありますんで、車で待機したいと思います。もう周りはね、車に囲まれてます。乗船までのこの時間、なんかドキドキしますね。乗船開始しました。車がね、次々と船の中に入ってきます。はい、それではね、出発です。乗船券の QR コード拝見いたしますね。乗用車で合ってますか？はい。はい、どうぞ。はい。よし。はい、無事乗船しました。はい、とりあえずね、荷物を持って、部屋の方に、向かいたいと思います。はい、今回はこの418号室です。はい、扉入ってこんな感じですね。まずこちら右手の扉ですね。こっちがまず入ってすぐトイレと洗面所になります。で、こちらは、はい、こちらがシャワールームですね。はい、トイレの扉の前はテレビとあと机があります。こちらトイレの向こうはベッドが2つあって、窓から景色を眺めることができます。こんな感じのすごくシンプルなお部屋になります。今回こちらのお部屋はステート A ツインという部屋になります。同じ料金でね、ソファーベッドが2つついた定員4名の広い部屋もあったんですけど、その部屋にはね、机がないんでこちらの部屋にしました。寝るだけなんでね、ベッドがあるだけで十分です。ベッドの前がですね、もう荷物置いちゃってるんですけど、冷蔵庫とこちらはクローゼットになってます。料金の方がですね、大人2人ハイエースを乗せて53,000円でした。ちなみにハイエースは全長5メートル未満です。こちらがね、
船内の図になるんですけど、船の、半分はもう客室ですね。4階のエントランスから始まって、6階まであります。エントランス部分にはカラオケとかね、ゲームコーナーがあるみたいです。5階はですね、レストランとか売店があります。で、6階はデッキとトレーニングルームと、あと大浴場がありますね。そろそろ、出港なんですけど、今からね、この大海原を潜航します。船長さんが。船内の方散策してみたいと思います。こちらがね、エントランスになります。大型モニターと吹き抜けの明るいエントランスになっています。スタンプがあったんでね、記念に押しときます。壊すなよ。そんなことある？はい、こちらがね、ゲームルームですね。はい、こんな感じの、小さなゲームコーナーになります。あちらが売店ですね。こちらは売店で北海道のお土産が売ってるんで、出発したばっかりですけど、北海道に着く前から気持ちが高ぶります。ちょっとお腹空いてもカップ麺とかね、あとパンも置いてあります。はい、こちらがレストランですね。タブレットオーダーシステムでクレジットカード決済が利用可能みたいです。はい、こちら6階はですね、大浴場と露天風呂とサウナがあります。で、こんな感じですね。こちらはトレーニングルームみたいです。こちらがね、展望デッキになります。売店で買ってきました。佐渡バター風味のハッピーターンです。で、こちらですね。ホタチが欲しかったんですけど、このカズチしかね、取り扱ってなかったんで、買いました。で、こちら、ヨーグルッペ。なんかヨーグルッペって九州だと思ってたんですけど、なんか北海道のね、ヨーグルッペがありました。で、こちらもね、製造も北海道になってますね。はい。こんな感じで売店でね、3つ買ってきました。こちら冷蔵庫で冷やして夜にね、食べたいと思います。北海道の時ね、すごく酔ったんで、酔い止め持ってこようと思ったんですけど、酔い止め忘れてしまいました。で、この電気見たらわかるんですけど、結構揺れてるんですよね。お昼ご飯まだ食べてないんで、お昼ご飯食べます。北海道といえば、こちら、長谷川ストアの焼き鳥弁当ですよね。それではね、早速食べます。さっきのね、セブンイレブンで買ってきました。こちらのお弁当いただきます。お腹空いてなかったんで、ちっちゃいお弁当買ってきました。北海道産の秋鮭のほぐしを使ってて、もう気分も北海道です。でね、お弁当箱に入りきらなかったんですけど、こちら、コールスローと7チキ買ってきました。北海道で思う存分食を楽しみたいんで、船にかかるお金は節約します。なので、今日のお昼はこんな感じですね。夕食はですね、レストランの方でいただきたいと思います。いただきます。今食べてたらね、船内放送があって、ピアノの弾き語りコンサートがあるみたいです。今、ご飯中なんで見に行けないんですけど、そういうのもやっているみたいです。ごちそうさまでした。揺られてるせいかね、
だんだん食欲がなくなってきました。船酔いはまだしてないと思うんですけどね。それではね、夕食の時間までパソコン作業します。はい、もう5時半になったんですけど、外は結構暗くなってきました。日が落ちるのが早くなってきましたね。現在はですね、秋田県に入ってますね。秋田県の男鹿半島の少し上あたりです。ラストオーダーが19時30分までなんで、夕食の方に行きたいと思います。こちらのタッチパネルでね、メニューを選ぶみたいです。エスカロップ、唐揚げ定食にします。船酔いしてきたんで、普通盛りにします。唐揚げ定食が来ました。なんかね、ロボットが持ってきてくれました。今風ですね。こちらはね、根室の名物エスカロップっていう、グルメになります。ちなみにこちらは1400円で、こちらの唐揚げ定食は1200円。妻の方がなぜか200円高いです。じゃあいただきます。すごい揺れるね。うわ、唐揚げ、またこれが酔うわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。自販機でね、パインソーダ買いました。なんか、さっきまでなんともなかったのに、夕食食べる時間になると、一気に気分悪くなりました。今、船もね、すごく揺れてます。荒れてるんですかね。ちょっと、横になります。上向いて寝てたらね、マシになってきました。皆さんはね、お酒とか飲んで楽しくしてたんで、酔い止めをちゃんと飲んでたのか、それとも船酔いに強いのかわかんないですけど、すごく羨ましかったです。はい、おはようございます。ちょっと船酔いして横になってたらいつの間にか寝てました。現在の時刻が1時56分で、もうちょっとで、小樽港に着きますね。はい、こちらカズチーね、キンキンに冷やしておきました。ちょっと食べてみます。見た目はね、ポタチーと一緒ですね。船に乗ったらこれを買うのが恒例になってます。いただきます。ま美味しい。めっちゃうまい。数の子の味するよ。数の子とチーズの相性がもう抜群。本当に美味しいです。もうバクバク食べちゃいますね。お酒飲む人だったら最高だと思います。はい、それではね、小樽港に到着しましたんで、車の方に向かいます。よいしょ。よし。あ、まだ外真っ暗。無事北海道に到着しました。ちょっとね、まだ朝早いんで、どっかで時間潰してそこから出発したいと思います。北海道に入りました。はい。何この鳥。何の鳥？めっちゃ来るんやけど。そろそろね、いい時間になったんで、最初の目的地の方に向かいたいと思います。この小樽市内から30分ぐらいで行ける場所になります。この小樽周辺はね、道がめちゃくちゃ荒いですね。もう道路が陥没してたりね、なんか何なんでしょう。はい、このままね、目の前に見えてる山の方に向かいます。天狗山っていう山です。はい、あっという間にね、山のふもとまで来ました。このまま、山道を入っていきます。ここから一気に登っていってますね。
小樽駅周辺からどれぐらいでしょう、5分ぐらい走ってもう森の中です。運悪く今から工事するみたいで、昼までに帰ってくるんだったら、林道を通ってもいいよって言われたんですけど、それまでに帰ってこれるかわかんないんで、ここからはね、ちょっと自転車を持ってきてるんで、自転車で向かいたいと思います。今回はこちらのね、穴滝に向かうと思うんですけど、普段はね、1.5 キロ先のゲートまで、車で行くことができるそうなんですけど、今日は工事中で通れませんので、ここからはね、自転車に乗って行けるとこまで行ってみたいと思います。で、今回はですね、こちらの電動アシスト自転車をご提供いただきましたんで、こちらのね、自転車に乗って滝の方まで目指したいと思います。知ってる人は知ってると思いますが、こちらは ADO というヨーロッパを中心に世界200以上の都市で展開するドイツ発の人気ブランドの電動アシスト自転車です。で、こちらはエアーカーボンという電動アシスト自転車になります。ちょっとね、こちらの自転車のご紹介をしたいと思うんですけど、耐久性に優れたカーボンファイバー素材のフレームを採用してるんで、車体重量は 14.5 キロしかありません。なので持ち運びや収納が便利で、もしね、電源が切れても通常の電動アシスト自転車よりも軽快に走行することができます。こちらのね、バッテリーはですね、サドルに内蔵されてて、鍵もね、ついてるんで、盗難防止にもなります。椅子の取り外しは本当に簡単で、鍵を外して、でこの線を抜いて引っこ抜けばもう抜けます。普通の自転車と一緒です。よいしょ。はい。こんな感じでね、サドルがね、バッテリーになってて、で付属の充電器を使って家の中でも充電できますし、もちろんこのサドルを挿したまんま家の玄関先で充電することもできます。充電時間はですね、4時間から6時間で最大100キロ走行することができます。普通は100キロも走ることはないと思うんで、充電の心配はないかなと思います。こちらのブレーキは前後とも油圧ディスクブレーキになってます。はい、こんな感じですね。こちらの最大耐荷重は120キロで、動作温度はマイナス10度から50度、最大登坂角度は20度なので、大体の坂は登ることができます。でね、ここがね、すごくいいところなんですけど、こちらはね、チェーンじゃなくてね、耐久性のあるカーボンベルトになります。なのでメンテナンスフリーで約2万キロから3万キロ走行可能で、めんどくさがりな自分にはすごく助かります。こちらベルトなんで、チェーンみたいにね、油で服が汚れたりする心配もありません。で、こちらのライトはですね、1200ルーメンあるんで、めちゃくちゃ明るいです。ただね、ちょっと角度を下に向けてあげないと前の人が眩しいぐらいです。こちらがね、モニターになるんですけど、エコモードとスポーツモードがあって、それぞれね、3段階のアシストで調整することができます。なので状況に合わせて快適な走行が可能となっています。こちらはね、専用のアプリがあって、このアプリで走行距離とか、二酸化炭素の排出削減量とか、そんなんがね、記録してくれます。アプリでね、ライトのオンオフとかモードを切り替えたりすることもできます。こちらのすごいところはね、この GPS 機能っていうのがあって、もしね、この自転車が盗難されたりとか、止めてあった自転車が何かの拍子で倒れたりとかすると、すぐね、このアプリで通知が来て知らせてくれます。で、仮にね、盗難されてもこちらの GPS で位置情報を調べることができます。今の自転車ってこんな機能があるんですね。こちらね、何回か試し乗りしたんですけど、生まれて初めて電動自転車乗ったんで、こんなにね、快適とは思いませんでした。で、本当はね、滑らかな道を走ろうと思ったんですけど、それじゃね、自分のチャンネルっぽくないんで、今回はね、自転車に乗って林道を走ってみたいと思います。こちらはね、カーボン素材なんで、スタンドをつけることができないみたいで、自分こんなスタンド初めて見たんですけど、このようなスタンドになります。これはね、こう折りたためることができます。こちらのモニター以外のこのアクセサリーはついてません。空気入れとか重水入れ、
でスマホホルダーにこの GoPro のマウントは自分がつけたものなんで、こちらはね、ついてません。こちらをね取り付けたんで、自転車系とかバイク系の YouTuber みたいでめちゃくちゃかっこいいですね。もう完全に形から入るタイプです。こうやってねいろいろ装備するとなんかかっこいいですね。デザインもねすごくねかっこいいです。色も何種類かあるんですけど、自分はどうしてもこの黒が良かったんで黒にしました。電動アシスト自転車ではあるんですけど、こちらね折りたたむこともできて、すごくね簡単に折りたたむことができます。なんで今回はねこちらの自転車折りたたんでハイエースに乗せて持ってきました。折りたたむんが本当に簡単で、こちらを外して、あとはもう折りたたむだけです。こちらを外して、でこのままねこう畳むだけです。はい、もう一瞬ですね。5秒とかで畳むことができます。こちらなんですけど、ここがね強力な磁石になってるんで、ここをピュッてやるとひっついてね簡単には動きません。こんな感じでね簡単にコンパクトにすることができます。もちろんこのハンドルを取ることもできますし、このハンドルをね折りたたむこともできます。はい、今から行こうとしたらね重機が来たんで、もうちょっと待ちます。人がいてるんでねちょっと安心ですね。準備は万端です。熊スプレーと熊鈴とホイッスルを持って今からね挑みに行きたいと思います。靴の隙間からマダニが入ってこないようにもしてます。はい、それでは出発です。はい、ありがとうございます。行ってきます。はい、すいません。はい。2人入ってくるからね。その時雲じゃないかもしれないし。ああ、そこまでは安心ですね。はい、ありがとうございます。はい。スタートしました。この先はね途中まで工事してるんで、人気があるんでね、安心です。ただその先はね、もう未知の世界ですね。ちょっとね思ったよりガタガタ道で映像がブレてるかもしれませんけど、ご了承ください。自転車はスイスイ走ります。やっぱこうアシストしてくれるのはすごくいいですね。ヒグマの生活圏に入るんで、それをね十分理解した上で入っていきたいと思います。この先にカーブミラーが出てくるみたいなんですけど、それ以降はもう本当にやばいエリアだと今さっきね地元の工事の方が言ってました。なので本当にね気をつけていかないとダメです。この砂利道なんですけど、全然ね問題なく走れてます。本当にね力がいらないですね。でここからちょっと坂道になってるんですけど、砂利道の上でもしっかりブレーキが効きます。ちょっと速すぎてねウィリーしちゃうぐらい速いんで、アシストモードの設定を低くしておきます。はい、これで OK。 ちなみにスポーツモードで走ってます。このガタガタ道を走るのは初めてなんですけど、今のところねスイスイ問題なく走ってます。はい、熊鈴つけるの忘れてたんでちょっとつけておきます。あとね熊の足跡とか熊の糞にね、十分気をつけながら行きたいと思います。小樽って意外と熊が出るみたいですね。さっき住民の方が言ってたんですけど、この山のふもとの街中でも、この間出たみたいです。この辺りからちょっと上りになってますね。うわ怖いな。こんな感じです。
大自然ですね。いや、いつクマが出てきてもおかしくないです。ちょっとね、緊張して手に汗かいてきました。もうそろそろね、分かれ道が出てくると思います。自転車で行けるところまではあと 3.2 キロですね。残り 3.2 キロ走ります。はい。こっから先はですね、自転車、オートバイ、バギーカーも通行したらダメみたいです。なので、自転車で行けるのはここまでですね。でも、ここまで自転車で来れてよかったです。さっきのところからね、1.5 キロぐらいあるんで、往復するだけでもね、かなり時間がかかります。普通の自転車だったらかなり大変だと思うんですけど、アシストしてくれるんで、簡単にね、ここまで来ることができました。で、ここからはね、自転車を置いて、歩いて穴滝の方に向かいます。穴滝まではですね、ここから3キロほど歩きます。めちゃくちゃ怖いですけど、行ってみたいと思います。ちょっとここに置いていくのは怖いんですけど、誰も来ないでしょう。で、一応こちらはですね、GPS 機能が搭載されてるんで、盗まれたりとか倒れたりしたらすぐね、アプリの方に通知が来ます。自転車の居場所も探すことができます。本当にね、これはすごい便利な機能だと思います。はい、ここに書いてあるようにね、ヒグマが出る確率が高いみたいなんで気をつけていきます。ここから3キロ歩いたらどれぐらいかかるんでしょうか。道がね、整備されててなんだか安心感はあるんですけど、やっぱりもう左右見渡せば本当にもう大自然なんでめちゃくちゃ怖いですね。なだらかな斜面なんですけど、歩くとやっぱりしんどいですね。自転車のありがたみが分かります。今のところはね、熊の足跡とか熊の糞のようなものはありません。いや、3キロっていうのはなかなか遠いですね。歩いてみてその遠さが分かります。ちなみに今ようやく1キロぐらいの時点まで進んできました。あと3分の2残ってます。本域の登山道じゃなくて本当に良かったです。なんか道も広くてね、すごく安心して歩けます。日本はね、まだクマがね、人慣れしてないんでいいんですけど、カナダとかあっちの方に行くと人慣れしてるんで、このクマ鈴がね、逆に自分たちを知らせる合図になるみたいです。なので向こうではね、ディナーベルって呼ばれてるみたいです。食事を合図するベルに例えてるみたいですね。なので向こうでね、クマ鈴をつけると逆にね、クマ鈴を外せとガイドさんに言われるみたいです。一応ね、木作液の粒状のものを今リュックにつけてるんですけど、こういうのって効果あるんですかね。確かにめちゃくちゃ臭いんですけどね。すごいリスがいます。かわいい。こっち見てる。これ映ってるかな。結構近い距離でリスがいます。頬袋パンパンに何か詰めてます。木の実ですかね。もうほっぺたがパンパンでめちゃめちゃ可愛いです。じゃあね。いやー、リスでちょっと癒されました。緊張感がほぐれましたね。でもね、油断するのは一番ダメなんで、どこからともなくクマが出てくると思って進んでいきます。こう歩いててね、
こういう茂みからいきなりバッて出てきたら、もうスプレー持っててもどうしようもないですよね。もう半分進んできましたね。同じような道がずっと続いてます。自分の手よりも大きい足跡です。これはエゾジカですね。すごい、奈良の鹿とは大違いです。はい、この辺りからね、だんだんと道が険しくなってきました。かなりダートな道ですね。ここからね、川の音が強くなってきました。熊鈴の意味がないかもしれないです。もう30分近く歩いてますけど、あと数百メートルで穴滝です。普通ならね、あの時間に小樽に着いたらね、朝一なんか行ってちょっと美味しい海鮮丼なんか食べて、でお昼はねスープカレーとかご当地グルメを食べて、夜は夜で美味しいものを食べて、その後ね小樽運河とか見たりして充実した観光をするんだと思うんですけど、北海道に着いて一発目にこんな山奥に来て、一体自分は何してるんでしょうね。あ、やっと看板が見えてきました。こちらですね。思ったより道は開けてました。もっと藪みたいなとこを進んでいくんかなと思ってたんですけど、大丈夫みたいですね。で、ここからはね、漆とか肌が荒れる植物とかあるみたいなんで、手袋をしてね進んでいきたいと思います。で、穴滝までは500メートルですね。この本当の山の中を500メートル進むのは怖いですね。もちろん看板もあります。ではね、進んでいきたいと思います。意味あるかわかんないですけど、一応ホイッスル鳴らしておきます。こんなんでいいんですかね。はい、では行きます。で、いきなり足元はこんなんですね。なるほど、こんな感じの道を行くみたいです。人が通った感じがあまりしないですね。これを500メートル行くんか。まあ辛いな。池ですね。なんか沼かもしれないですね。はまったら抜け出せれないかもしれません。池と道がね一体化してるんで、間違えてはまってしまうかもしれません。この辺りも池になってますね。本当に気をつけていかないとはまってしまいます。クマがおったら怖いですね。これちょっと待って、なんか底なしむ沼みたいになってます。うわ、クマ出そう。いや、これはまずいな。道がわからん。ちょっと待って。使い方が合ってるんかわかんないですけど、せっかくねホイッスルがあるんで拭いておきます。うわ、いや、これはおすすめしないですね。なかなかハードな道です。これを500メートル、えげつないですね。また沼が出てきましたね。ダメだ、沈む。これ猿の腰掛けっていうんですかね。昨日雨でも降ったのかな。それとも朝晩冷え込むんで梅雨が降りてるのか。で、鹿の足跡とかはありますけど、今のところ熊の足跡はないです。危ない。すごい水がきれい。いや、これはきついな。
よいしょ。ある程度進んだんで、また笛吹いときます。なんか熊を呼んでるみたいな感じで嫌ですね。この笛を鳴らすことによってなんか熊が来そうな感じがします。多分これが道だと思います。いやー、ちょっとどれが道かわからんね。こっちなのか向こうなのか。まあ最悪ね、この川をたどればたどり着くと思います。すごい。これも猿の腰掛けってやつですか？わかんないですけど、すごく立派でした。なんかもう500メートルぐらい進んだ気がするんですけどね。あまり人が来ないんで道がなくなってきてますね。よっ、どこなんだ一体。進んでも進んでも森の中。今のところね、服にマダニとかはついてないです。北海道でこんな山奥まで歩いて突き進むのは初めてかもしれません。合ってるのかな。がむしゃらに進むしかないですよね。足元がどうなってるのかもわからないんで、それもちょっと怖いですね。急にはまったりとかしないのか。もう一気に涼しくなりました。すごくひんやりします。これ来たんはいいけど帰れるんか。なんとなく道にっぽい道を進んでるんですけど、ピンクテープも何もありません。あれか、すごっ。いやー、多分あれですね、洞窟のようなものが見えてきました。もうこっからは完全に道がないんで、もうなんとなくこの沢を登っていくしかないですね。よいしょ。大変だ。これですね。これが滝だと思うんですけど、どうやって行くんだ。この洞窟にクマがいるかもしれないんで、ちょっと慎重に入っていきます。いなさそうですね。ありました。
めちゃくちゃすごいですね。落差とか勢いはないんですけど、神秘的な空間になってます。うわ、すごい。で、この洞窟の中もね、川のようになってます。よいしょ。はい、滝のすぐ真下まで来ました。落差はないといえど、やっぱりこんだけ近くで見ると迫力がめちゃめちゃあります。おお、すごい。そこにいたんですけど、今反対側に来ました。で、この向こうまで洞窟のようにねなってます。はいはい、ということでね、こんな感じのすごく神秘的な滝でした。道中はすごくぬかるんでいて、滑る箇所もたくさんあって、でちょっとね、道も分かりにくい部分がたくさんあるんで、行かれる方は自己責任でお願いします。険しかった分、すごく感動のある滝なんですけど、単独では行かない方がいいと思います。あまりおすすめしません。はい、それではね、林道のゲートの方まで戻りたいと思います。で、またね、この先もいつヒグマが出てくるかわからないんで、気をつけながら戻っていきたいと思います。またこの道をね、500メートル戻ります。で、500メートル戻ったらまたね、何キロだろう、 2.5 キロですかね、2.5 キロの林道戻ります。はい、無事険しい道は抜けることができました。これだけでもだいぶ熊の心配も少なくなります。はい、ではあとで 2.5 キロ、歩きます。滝からさっきの看板のところまでだいたい15分ぐらいで戻ってこれました。なので行きはあそこの看板から20分ぐらいはかかると思います。はい、無事戻ってきました。よいしょ。滝から、このゲートまでですね、ゆっくり歩いて1時間5分ぐらいかかりました。はい、まあ行かれる方いるかわかんないですけど、参考にしてみてください。はい、それではね、自転車に乗って車を止めているところまで戻りたいと思います。はい、ちなみに今日は9月30日なんですけど、こちらを見たらね、はい、それではね、戻ります。よいしょ。お、楽。久しぶりに座りました。何時間ぶりでしょうか。こっからね、本当だったらまだ 1.5 キロ歩かないとダメなんですけど、自転車乗ってきてるんでめちゃくちゃ助かります。はい、あっという間に帰ってきました。5分もかからなかったです。よいしょ。ちょっと車の中汚いんですけど、ベッドキットを組んでる車でもね、こんな感じでね、ベッドの下に入れることができるんで、本当に持ってくるのはすごくコンパクトで良かったです。いや、それにしてもすごい大冒険でしたね。ちょっと間に合うかわかんないんですけど、あともう一箇所だけ行きたいところがあるんで、そちらに、寄ってから今日の旅は終了したいと思います。はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地はね、ここから、約26キロ、車で30分の場所になるんで、ちょっとね、間に合うかどうかわかんないんですけど、万の沢滝っていう場所に向かいます。ちょっとね、山を登ってってますね。だいぶ日が暮れてきました。いけるかな。
3km の隣です。前に見えてる建物がね、キロロっていう、これは宿泊施設になるんですかね。でその前ら辺にね、滝があるみたいです。はい、到着しました。こちらがですね、キロロっていう建物なんですけど、こちらにね、滝の入り口があります。はい。これが目印だと思います。で、この先はね、崩壊してますけど、階段になってるんで、この先に滝があると思います。それではね、向かっていきます。この辺はね、熊が出るんかちょっとよくわかんないんですけど、一応ね、熊鈴と熊スプレー持ってきました。熊がいそうな感じはしますけどね。あ、これ、ちょっとね、映ってるかな。この白い虫がいっぱい飛んでるんですけど、これね、雪の虫って確かね、さっき教えてもらったんですよ。で、この雪の虫が飛び始めると、もうそろそろ雪が降るみたいです。なんで、この辺はもうそろそろ雪が降り始めると思います。まだ9月30日なんですけど、もうそんな季節みたいです。はい、すごいね、川の音が聞こえるんですけど、かなり、下の方になりますね。ここから下りになってますね。ここはね、誰でも手軽に見れる滝だと思います。でもすぐそこは川ですね。川の流れる勢いがすごく速いです。よいしょ。すごい大きいキノコ。これ登りは大変かもしれないですね。今簡単に下っていってはいますけど、この辺からちょっと足場が悪いですね。倒木とかがあります。その代わりね、こちらにロープがあるんで、このロープをね掴みながら行けば大丈夫だと思います。よし、結構暗くなってきたんで急ぎます。夜の運転もね危ないんで、極力しないでおこうと思ったんですけど、これは山を降りるまでに暗くなっちゃいそうです。すごいですね。ここは断崖絶壁に囲まれてます。ありました。うわ、すげえすごい。これは来てよかった。すごいです。
でこれ以上先はね進めるのは進めるんですけど、長靴かもしくはマリンシューズじゃないと、ちょっと靴がね濡れてしまいます。いやーすごい、この断崖絶壁に囲まれた感じが迫力を際立たせています。この辺はねすごく足元がね滑ります。苔とか濡れてたりするんで。でちなみにね徒歩3分ぐらいで来ることができました。で周りはこんな感じですね。はい、何もない大自然です。ただもうすぐ横はね、さっきのキロロっていう、建物があります。建物の真横にこんな滝があるとは思わないですよね。すごいな。もうちょっとねゆっくり見たかったんですけど、だんだん日が暮れてきたんで真っ暗になったらまたこれはこれでこの山道怖いんで、戻ります。言うて3分ぐらいで戻れるんですけど、いやここは本当おすすめですけど、この辺りはねすごく苔とか生えてて、滑りやすくなっているんで、本当に気をつけていかないと危ないですね。はい、では戻ります。よいしょ。はい、戻ってきました。ちょっと帰りはきつかったです。ちょっと薄暗くなってきたんで少しだけ早歩きしたんですけど、それでもね3分かからなかったですね。行きだったら2分ぐらいで行けるかもしれません。足元はねかなり悪いんですけど、すぐ見ることのできる滝です。もしよかったらね皆さんも見に来てはいかがでしょうか。なかなかここは迫力ありました。穴滝もすごく良かったんですけど、こっちの方が手軽で、しかもかなり壮大な滝で、幻想的な滝を求めるんだったらこっちで、神秘的な滝を見た人は穴滝がおすすめです。はい、もうこんな感じで日が暮れてきました。なんとか間に合いましたけど、ただねもう森の中は真っ暗です。今回は小樽の近くにある絶景スポットを行ってみましたが、いかがだったでしょうか。北海道初日からめちゃくちゃハードでした。こんな感じで北海道の旅を続けたいと思います。で、今回紹介した ADO の電動アシスト自転車なんですけど、すごくね快適に走ることができます。で、こういう、山道とか坂道もそうなんですけど、通勤とかね通学にもすごくおすすめな自転車です。概要欄の方にもリンクを貼っておきますので、ぜひ概要欄の方を確認してみてください。それではねもう真っ暗になっちゃう前に山を降りたいと思います。それでは安全運転で山を降ります。熊出没注意の看板があったんで、やっぱりここも熊が出るみたいなんで、もし行かれる方はね熊対策をしてから行くことをお勧めします。やっぱ鹿が出るんでしょうかね。トラックも真ん中走ってます。なんかね展望台があるみたいなんで寄ってみました。およそ50メートル先、斜め左方向です。はいはい。うわ、めっちゃ綺麗。わ、すごっ。めちゃくちゃ綺麗です。はい、めちゃくちゃ綺麗だったんですけど、もう真っ暗になっちゃいました。慎重に帰ります。